あれは今から36万。いや、5ヶ月ほど前だったか。ワイルドミニ四駆サイズのラジコンが欲しいな、と思って作ったのがこの試作0号機。いきなり完成写真なのは、勢いで作ったので制作途中の写真が1枚しかないから。このマシン、設計はとてもシンプルで、ワイルドミニ四駆の駆動を左右に配置し、間に電池を搭載している。操縦はゲームのコントローラーで、受信機は自作の GP ユニットを使用している。ちなみに進化版の GP ユニットはブースで販売。1日で完成させたお手軽試作マシンだけど、こいつがなかなか優秀で、芝生の上も余裕で走れるし、大きい段差もなんのその。ビッグタイヤの高い走破性に加えて、左右の回転差で曲がる方式は小回りが効くので、思い通りに気持ちよく走れるぞ。今回はこのマシンの進化版を開発する。とその前に、0号機を作ったのが5月、改良版を作ったのが10月、この間に色々な場所で試作機を走らせたのでご紹介。6月は伊豆大島旅行に、溶岩石の上を走るランチボックスジュニア。伊豆大島にある裏砂漠のようにも見えるけど、ここは宿の敷地内。裏砂漠はコミカルツイスターの撮影がメインだったので、宿に戻ってビールを飲みながら遊んでいたというわけ。その後宿のオーナーさんに操縦してもらいました。早すぎないので初めてでも操作しやすいみたい。7月は万博の展示に、でも走行もしたけど動画撮ってなかった。8月は茂吉氏の自宅で壮行会。茂吉氏作のボディがかっこよかったので、お借りして走行。クッションを並べてソファーに上がるチャレンジ中。勢いで登ろうとすると転んでしまうので、ライン取りを考えつつ慎重に登る。ラジコンのクローラーに近い遊び方ですね。ただし通常のステアリング方式ではないので、ちょっと違ったテクニックが必要。なんやかんやでソファーの上に到達。帰りは別ルートで行ってみよう。下りは下りで前転してしまわないように慎重に。うまく説明できないけど、個人的には下りの方が緊張感がある。一番ヤバそうな難所を超えたぞ。よし、地上に戻ってこれた。その後も吉氏からボディを2個もいただいてしまった。汚し塗装板とおしゃれなツートン板。私は塗装が苦手なのでとてもありがたい。9月はゴーアウトキャンプ。茂吉氏と一緒にラジコンキャンプのお手伝いをしつつ、リトル RC 向けのエリアで走行。これくらいの草なら余裕で走れる。16分の1サイズと比べるとやっぱり小さいですね。岩場でクローラーごっこ。絶妙な難易度の障害物があったので挑戦。これはこれで面白いけど、起伏の大きい地形を走ると、やっぱり足を動かしたくなる。他にも改善したい部分がたくさんあるので、進化版を開発しよう。改善ポイントは3つ。1、路面追従。複雑な機構だと部品点数が増えるので、なるべくシンプルな仕組みで足を動かしたい。2、部品選定。ギアや電池金具はワイルドミニ四駆に付属のものを使いつつ、ビスなどの部品も入手性が良いものを使う。3、電池交換。0号機はビスを外さないと交換できないので、もっと楽に電池交換できるようにしたい。というわけで開発を開始する。まずはワイルドミニ四駆のパーツをモデリング。これをやっておくと、CAD上で配置や干渉を確認できるので、開発がスムーズになる。ワイルドミニ四駆には組み立て済みのスイッチが付属している。これをそのまま有用しようと思ったのだけど、レバーが小さくて動きが硬い。ので、分解して中の金具だけ使うことにしよう。もろちんこれもモデリング。次は具材の配置。まずはワイルドミニ四駆と同じサイズになるように、タイヤとホイールを配置。そこから逆算してギアとモーターの位置を決める。モーターをギアの間に置く案もあるけど、ギアを追加しなければならないので、大胆に外に飛び出すようにした。そして空いた中心部分に電池を置く。この辺りの配置は基本的に0号機を踏襲している。これに合わせてシャーシを設計。モーターホルダーとスイッチを作れば、3D データ完成。サクッと完成したかのように編集してしまったけど、実際はたくさん試行錯誤している。バージョン84をプルサ XL で召喚中。召喚が完了したので組み立てていく。まずは右の駆動。次に左の駆動。と言っても前後左右対称で作ったので、
二つの駆動は同じ形。次は電池ボックス。そしたら3つを、ガッチャンコ。からのモーターと配線。続いてスイッチ。レバーを大きくし、節度感あるフィーリングに調整したので、気持ちよくオンオフできるぞ。ホイールにスペーサーを入れてから、タイヤを装着する。このスペーサーの解説は後ほど。電池ボックスにスイッチを取り付け、これにタイヤを装着すれば、左右独立サイドワインダーギアトレイン式ビッグタイヤ4駆、GP ワイルド、完成だ。このマシンは試作初号機と呼ぼう。まずは電池。スイッチ部分が電池ボックスの蓋も兼ねている。アルカリ電池を2本入れて蓋をする。そしたらダミープラグで動作確認。プラグ挿入。スイッチオン。よし、動いた。次は GP ユニットを接続しよう。そうや。スイッチオン。よし、起動した。さて、テスト走行をしようと思ったのだけど、なんだか雲行きが怪しい。困ったな、と思って片付けをしていたら、こんなものが発掘された。かなり古いレゴブロックだ。地形を作れるのでは？というわけでブロックでテストコースを作ってみた。ここでシェイクダウン行ってみよう。ボディはツートン板を選択。スイッチオン。ペアリングポチッとな。ゴー。まずはデコボコ道から。ちょっとガタガタするけど、これくらいは余裕で走れますね。ここで皆さんが気になっている点、足動かすんじゃなかったの？について。実は足を動かすために必要なパーツがまだ出力できていないので、まずはリジットから試していたのだ。結果的に走りの比較になるのでよし。走行している間に、遅れていたパーツが完成。このパーツは TPE という柔らか素材でできているので、駆動の稼働をアンロックすると、こんな感じで動くようになる。これでレゴブロックコースに再挑戦。ゴー。どんな動きになるか。おお、これはなかなか良い動き。逆から行ってみよう。滑らかに路面に追従している。奥のゾーンにも挑戦。大きい段差でもタイヤがしっかり設置しているぞ。天気が回復したので外で走らせてみる。ゴー。ワイルドミニ四駆はモーターの上に電池が乗っているけど、このマシンは電池が低く搭載されているので、かなりの角度で傾いても転びにくくなった。大きな木の根っこでも難なく走破できる。大きい落ち葉はちょっと厳しいか？と思ったけど、ギリギリ走れている。今度はクローリング。ゴール地点はここ。まずはこんな感じのルートで行ってみよう。ゴー。ダメだったのでルート変更。ゴー。ゴール。映像で伝わるかわからんけど、正直めっちゃ楽しい。いろいろな地形で勝手にゴール決めて遊びたい。ワイルドミニ四駆で遊んだことある方はご存知の通り、外で走らせるとギアに異物が挟まる事故が発生するのだけど、そこで活躍するのが組み立て時に入れたスペーサー。隙間が小さくなるのでトラブルが起きにくい。それと解説し忘れた電池の取り外し。柔らかパーツを装着すると、スイッチ部分が落ちるのを防いでくれる。そんで電池はこんな感じで取り出すことができる。
電池の着脱とスイッチ周りは設計に苦労したけど、なんとか良い感じにまとめることができた。今回はワイルドミニ四駆サイズのラジコンを開発。扱いやすくて走破性も高いマシンに仕上がった。Twitter に走行動画を投稿した際に、販売を希望するコメントが何件かあったので、量産化に向けて準備をしてみようと思う。ただし量産するには、ここからさらにブラッシュアップが必要なので、数ヶ月先になるかもしれない。体感的には初号機完成で進捗 50% くらいのイメージ。それと今回解説できなかった要素もあるので、量産編で解説できればと思う。おまけ。これはモキチ試作のジオラマコース。初号機完成間近に見せてもらった。サブ6の4分の1サイズのベニヤ板に、スタイロフォームと紙粘土で地形を作ってあって、すごく軽いのでパッと出してパパッと並べ替えて遊べる。モキチ氏曰くとにかく手軽さ重視で作ったとのこと。めちゃくちゃテンション上がったので、真似して地形作り始めてみようと思う。